ちは、あわです。今回は木製キットのビッグベンの組み立てを行います。開封して内容を確認。各パーツは手で切り離せそうな感じになっています。説明書が非常に大きいですね。各パーツには外観の模様が印刷されているものがあります。組み立ての際には印刷面が表に来るように組んでいきます。パーツの組み合わせは凹凸の紙合わせで行います。時計台の細い箇所には中に骨組みのパーツを使います。斜めに組み合わせるパーツは向きにも注意が必要です。差し込む穴が1箇所のパーツは周囲に隙間ができやすいです。角度をしっかりと合わせて、場合によってはボンドで固定していきます。これで時計台の上層部分が完成となります。次に屋根を組み立てていきます。細かいパーツが多いので紛失に注意しましょう。屋根パーツは印刷面が表になります。向きに注意しましょう。パーツにトゲが残っていたりすることもあるので、ヤスリがけも大切です。次に建物の土台を組んでいきます。プラ素材のキットのベースを作成するような感じですね。ビッグベンのシンボル、時計盤をはめ込みます。すごく精巧な印刷で完成への期待度が高まりますね。時計の針は別パーツで用意されています。時計の上の装飾パーツは小さいため紛失に注意しましょう。予備パーツがあるものとないものがあります。説明書で予備の有無を確認しておきましょう。トゲは随時ヤスリで除去していきます。斜めに組み合わせるパーツがあるときは中心に骨組みが入ります。この斜めにはめ込むパーツも隙間ができやすい箇所ですね。最初に組んだ時計台の上層部分を取り付けます。ところどころ凹凸の噛み合わせがきつい時があります。場合によっては凹凸を削ってボンドで接着するのもありです。次に壁を作成していきます。窓ガラスは紙製です。トレーシングペーパーですかね。壁に合わせてくさびパーツで固定していきます。この段階でまとめて壁を作成していきます。壁上部の装飾を取り付けていきます。細かいパーツで破損しやすいため、
取り扱いに注意しましょう。木製キットは細い箇所などがとても折れやすいです。凹凸の組み合わせなどでも力の入れすぎは禁物です。先ほどの壁を組んで塔にしていきます。壁の側面にある穴には後からパーツが入ります。この細いパーツはランナーから切り離しの時点で注意しましょう。かなり脆く1本折ってしまっています。壁へ押し込む際にも力を入れすぎると折れるので注意しましょう。次は建物内の柱になる部分です。こちらも細いため取り扱いには慎重になりましょう。パーツに空いている空間は付属の LED の配線用です。このキットにはボタン電池用の配線済み LED が付属します。柱の穴にリード線を絡ませて建物内に照明を組み込む仕様です。ここまで組み上げた時点で LED を組み込んでしまいます。次はベースと柱に壁パーツを取り付ける作業です。窓ガラス用の用紙が広く、壁パーツ複数枚分を1枚で補います。すべての壁パーツ取り付けまでに折れたり破れたりしないように注意しましょう。壁パーツの取り付けの際にも窓を破かないように気をつけましょう。窓を傷つけないように壁を組む工程が一番の難関と感じています。かなり形が見えてきました。ワクワクする瞬間ですね。組み立てておいた屋根を取り付けます。屋根の取り付け時にガラスになる紙を固定します。時計台の下層部分のガラスになる紙を取り付けます。ガラスパーツと一緒に壁パーツを押し込んで固定します。後半は組み上がった建物側にガラスになる紙を取り付け、そこに壁パーツを押し込む形がメインになります。ガラスパーツとなる紙は破損した場合、市販のトレーシングペーパーで代用可能と思われます。壁に押し込むパーツが下段、中段、上段で形が異なります。予備パーツのある段とない段があるので、こちらも注意が必要。円柱部分のパーツを上部から差し込みます。パーツの種類に注意しましょう。差し込む場所によってパーツが異なります。予備は多めにあります。円柱部分に差し込む太いパーツを用意。こちらは裏側より差し込んでいきます。長さが2種類あるので間違わないように気をつけましょう。結構きついので回しながら押し込んでいきましょう。ベースと合わせていきます。時計台以外が形となりました。ビッグベンの象徴、時計の枠と針を取り付けます。全部で4箇所。ここは向きが分かりやすいですね。予備パーツがありますが、針を折らないように気をつけましょう。時計台を取り付けて建物全体の完成です。
外れやすいのでボンドで接着しても良いかもしれません。最後に屋外の街灯を取り付けて完成です。今回は木製キットのビッグベンを組み立てました。サイズ的に N ゲージ向きなのでレイアウトに配置したいと思います。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。